かがでしょうか。こちらのチャンネルでは愛と勇気と希望をテーマに動画をお送りしております。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。金継ぎっていうね、めちゃめちゃ、失敗しましたけれども、すごく時間かかって撮影めっちゃ大変でした。それではまた。よし。いやー、めちゃめちゃ喋った。めっちゃこれもう金継ぎめっちゃ時間かかったわ。やべえわ。いやでも金継ぎっていうテーマはね、国際的にね、海外の視聴者からもおそらく50万再生ぐらいいくな、これは。じゃあ、もうめちゃめちゃ疲れて意識が朦朧としててね、正常な判断がちょっとほぼほぼできないけど、集中力も全然落ちてて、なんか意識が朦朧としてクラクラするけど、データバックアップだけしよう。じゃあ、はい。B ロールの方。B ロールの方もね撮ったので B ロールもねはいよし、ちょっとコーヒーでもおっと危ない。はいというわけでですね、ワンダーシやってるところのリカバイットデータ復旧ソフトですね。前も紹介したんですけど、今回新しく、アップデート機能強化がかなり図られたってところで、もう一回、今回紹介することにいたします。冒頭でお見せしましたようにですね、事故っていうのはね、主に人為的ミスだと思うんですけど、データが、消えてしまったとか、あとはね本当にさっきみたいにずっこけたりしてデータをね転送途中で、特に重いデータなんかあと転送途中で何かの拍子にねケーブル抜けちゃったり、接続エラーになっちゃってでファイルが壊れてしまったとかっていうこともなかなか起きないけど起きる時には起きるんですよね。で起きてしまうとそれは一大事だっていう時に、やっぱりこういうデータ復旧ソフト少なくとも知っておいた方がいいなと思いますので、今回もまたですね有益な情報になればと思って、ちょっとお試しでね使ってみてどういう感じかっていうのを見ていただこうかなと思います。で、今回ですね新しく機能が増えたんですよね。で何が増えたかっていうと、普通にデータをね消えちゃってもう一回スキャンしてまだ上書きされてないようなデータは消しちゃってもフラッシュメモリに入っているものを復活させるっていうのは従来からあったんですけども、今回ですねファイルリペアって言って、途中で壊れたやつですね。壊れたビデオファイルみたいなのとか写真ファイルみたいなのをAI の力を使って復旧することができるっていうものが追加されました。なので早速これを試してみたいんですけど、ちょっと一通り全部テストして動画ファイルを意図的に壊すことができなくてですねニコン ZR とかのですねローファイルをデータ途中で抜いちゃったりしてもコピー完了してないと消しちゃうんですよね中で。だから破損ファイルを生成できなくて困ってたんですけど、で唯一生成できた方法っていうのがですね、やっぱり SigmaFP の方でシネマ DNG ですね。でこれを復元コピー途中で抜くとこんな風にエラーになるようなファイルが生成できたんで、これを通常のスキャンで復旧できるかどうかっていうのをまず見ていきたいと思います。でその後にこの SD カードリカバリー、SD カードリカバリーやって外部 SSD カードリカバリーではなく CF エクスプレスカードリカバリーでもなくて SD カードリカバリーなんですけど、これはカメラ内でフォーマットしちゃっても前回まではパソコン内で消すんであれば復旧できたんですよね、スキャンして。カメラ内でフォーマットすると本当にデータ消すんで復元できないかなっていうふうに思ったんですけど、この機能が新しく追加されてですね、これは富士、ニコン Z6 III の方のプロレスの、動画ファイルなんですけども、こちらもですね復旧することができますので、これも実践してやっていきたいなと思います。であとは、Mac の中で、SSD に入れたやつをゴミ箱に入れて消しちゃいましたってやつですね。 SSD からゴミ箱に入れて消しちゃいましたみたいなやつを復旧するっていうのをやってみたいと思います。じゃあまずこの、コピー途中で誤ってずっこけて接続切れてしまってよく分かんなくなっちゃったシネマ DNG ローファイルですね。こちらを、ディスクスキャンからの、復旧っていうことでいってみたいと思います。
はい、という感じでですね、復元が終わりました。スキャンが終わりまして復元も終わりました。で、ここにこんな感じでですねフォルダが、できまして、その中にまたディレクトリがそのまま生成されてデータにありつけるという感じなんですよね。DNG を途中までコピーして途中で、要するに連番の後ろがないんですけど、こんな感じで、DNG がね、ある復元できてます。読み込んでみるともうちょい長いデータだったんですけど、データがコピーされてる分だけは生き残ってるみたいな、感じで正常に復元できました。はい、それではね今度は SD カードリカバリーっていうやつ、ちょっとやってみたいと思います。これもやっぱりスキャンから始まるんですけど、これ動画で最初見せたようにですねフォーマットしてますリアルに。さっき別の富士の方で試して、復旧できたんですよね。でその前のデータがあるので、もう一回それを使いますかっていう機能が今回あるんですよね。よくこういうデータ復旧ソフトってスキャンして一回戻っちゃうともう一回、スキャンやり直しちゃう時に最初から始めないといけなかったのが、こういうログとデータがね、保存されてるようになったんです。これメディアが違うカメラのものなんで、リスキャンですね。もう一回最初からスキャンを始めます。128ギガのデータで、今ちょっと時間を計測中なんですけども、でやっぱり今回のアップデート AI 機能で何かデータに関する、修復作業みたいなのが、AI 機能を使ってるっぽくてこんな感じでねポップアップが出てなんか重要なファイルを AI が見つけましたよというのが先に出てきたりします。はいっていう感じで、スキャンが終わりましたのでリカバーナウで、リカバープリセレクトファイルリカバーするファイルを選択してくださいで、MOV の B ロールですね。この辺なんで、ちょっと昔のもちょっとあるげですけど、これですね一発でいってみたいと思います。はいって感じで、できました。やっぱでも破損してるファイルもあるっすね。破損してるファイルここでゲッチュすることができましたね。ということは、これをファイルリペアでこれいってみますか。音は結構やばいけど戻ってきてますね。映像がねエラーだったのが。そしたら最後ですね、ゴミ箱のファイルを復活させるっていうのをちょっとやってみます。まずこれゴミ箱ってよくこうエンプティトラッシュゴミ箱に空にした後にみたいなのがたまにあったりすると思うんですけど、もしそういうのがね大事なファイルをやってしまった時にあれっていうのを、戻したい時にトラッシュですね。スキャン行ってみましょう。そうですね。はい、じゃあスキャン終わりましたんで、これをリカバーですね。クイックスキャンだと結構すぐいけるんですけどハードスキャンだとねもう1時間とかかかったりするんですけど、その代わり Mac にあるすっごい昔のファイルとかも出てきたりするんで。復活している感じになります。で1個やっぱりこれがプレビューできないファイルがあるんでこれをちょっともう一回リペアしてみますか。やっぱりデカめのファイルになるとファイルデータ復旧した時にもしかしたら壊れやすくなるかもしれないです。はい、こんな感じで、ファイル修復できましたね今度はねっていう感じですね。はい、それでリカバリットなんですけども、本当僕ちょうど1ヶ月前に2週間プランだか1週間プランだか、
マンスリープランなんかちょっと忘れちゃったんですけど$45ぐらいでね、ちょうど使う機会があってサブスクで1ヶ月プランだけ、購入したんですけど、まあプラス5000円でね永久ライセンスあるからやっぱいいっすね。で1個前なんでこの昨日今日アップデートする前で僕は使い終わっちゃったんで、今回このレビューにあたって今使えるような状態になってるんですけど、Mac1 台でいいから永久ライセンス12,980円ね、そんな高い金額じゃないんであるといいな。もしくはねトラブルが起きた時に、ゲッチュするんでもいいかもしれないですねっていう感じですね。でねリカバーイットと別のやつエニーリカバーとかってやつ前使ってたんですけど、それはねアップデートしたことでなんかものすごく使いにくくなってですね、もうそれはねアドが出てくるような感じになっちゃったんだよな、はい、それねライセンス持ってんだけど全然使わないんですよねそっちはね。スキャンのね能力もあんま高くないし、はい、そんな感じでした。リカバーイットやっぱ使いやすいですね。デザイン的にもなんか結構綺麗めっていうか AI の機能とかね使い始めたりするし、このファイル復旧するのめっちゃいいですね。これ 6K の H265 なんですけどっていう感じで、もしもの時のためにですね、覚えておいていただけるといいかなと思いました、はいこちらのチャンネルでは愛と勇気と希望の、テーマに動画をお送りしております。グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。よし、いやーめちゃめちゃ喋った。もうめちゃめちゃ疲れて意識が朦朧としててね、正常な判断がちょっとほぼほぼできないけど、集中力も全然落ちてて、なんか意識が朦朧としてクラクラするけど、データバックアップだけしよう。じゃあはい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 、よし、ちょっとコーヒーでも、おっと危ない、あっ、ええ